こんにちは、ナースロボ、タイプ T です。今回は、全部知っていたらすごい、基礎知識についての解説動画です。大きく分けて、設定、フィールド、バトルについての基礎知識をご紹介します。それでは早速見ていきましょう。まず設定についてです。納刀時の武器表示設定について、これは街等で背中の武器表示を消したい時に有効にします。キャラや衣装等がよく見たい人におすすめです。移動キーの連打回避。これは細かな動きをするために無効にした方が良いです。特に弾のダストボルテックス等は間違って回避しやすいです。戦闘エフェクト表示。すべて表示すると視認性が悪かったり、多人数時は動作が重くなります。最低限、回復エフェクトは表示するのが良いです。弓のヒールには積極的に入るようにしましょう。FPS の最大レート。ご自分の PC 環境に適切なものにしてください。他プレイヤーの表示制限。こちらも同様ですね。ちなみに街には最大200人います。ミッション等で表示される次キャラのアイコンについて、これをカラーリングショップで変更できます。染色しなくても良いので、好きなポージングにして閉じるだけです。5分から10分した後にローディングを挟むと反映されます。ちなみにエステ剣を使用して表情等も変更できますが現実的ではありませんね。ショートカットリングについて、ここに登録したジェスチャーは F5 から F12 キーでも使用でき、ミッション終了時等でも簡単にジェスチャーが可能になります。エンターキーでのトークモードについて、ここではチャットやジェスチャーができるだけでなく、詳細なチャット欄や通知の設定、付近のプレイヤーリストの表示等もできます。仮が等でパーティに誘ったり、プライベートトークや固有のジェスチャー、追従機能等も使用できます。次にフィールドについてです。各ゾーンでのチャンネルの最大人数は固定です。街では最大200人いるので重たくなりがちです。また自由にチャンネルの移動はできませんが、パーティ欄などからプレイヤー指定での移動が可能です。ゲーム内での1日は昼と夜があり、25分周期で入れ替わります。フィールドのネームドボスは時間がリポット条件になることがあるので注意です。マウンド、騎乗について、マウンド中は視点移動で進行方向が決まりますがフリールックでの視点移動もできます。ダッシュボタン、シフト等、を押し続けて可能になります。また G キーで体の向きだけを変えることもできます。アップデートでマウンド中にも採取できるようになりました。ジャンプの高さについて、納刀時とそうでない時でジャンプの高さが変わります。これはフィールドでもバトル中でも同様ですので、必要に応じて納刀する必要があります。自動回復について、ミッション時以外では納刀時に HP が減っていると自動回復が可能です。またキャンプでは火をつけて座ると素早く回復ができます。座る場所がなくても、座る系や地面に寝る系のジェスチャーでも素早く自動回復できます。倉庫について、倉庫での移動は複数選択や即時移動が可能です。また、アイテムには売却専用アイテムがあり、ウルトルーノを大量に獲得できます。それでも足りない場合はミッションでドロップした武器を売ると金策になります。次にバトルについてです。キャラクターのパラメータはスペルキャスターとそれ以外で補正のかかり方が違います。スペルキャスターが脆い理由の一つが筋力で防御力を稼げないからですね。また、攻撃や防御力、HP 等を直接上げる方が恩恵があります。バフでバフのアイコンや効果の一覧です。普段何気なく見ているアイコンでも全部覚えるのは大変ですね。状態変化。いわゆる状態異常のアイコンや効果の一覧です。後ほど状態異常について再度詳しく説明します。自キャラに対するエネミーのレベル差による補正です。取得経験値や余ダメージ、非ダメージが変わります。エネミーの色でおおよそ判断できます。ほとんどのミッションではレベル進歩上限で白になります。またレベル差で状態異常の確率補正もかかります。パーティのチェーンによる発動効果、特に重要な効果は非ダメージダウン、スーパーアーマー、ドレインフィーガーあたりですかね。斧の人はドレインフィーガーが必須環境ですからミッションではぜひとも持って行ってくださいね。またダメージの上昇やチェーンの猶予時間も変化します。バトル時の操作について、
浮き持ち時の移動は横方向へのカニ歩きが速いです。特に武器を持って後ろ方向への移動がとても遅くなります。エネミーの頭上でジャンプボタンを再度押すと、エネミーステップジャンプの2段ジャンプができます。この2段ジャンプから通常攻撃とクラスアクションの同時入力で強襲攻撃ができます。ジャンプは通常攻撃の動作をキャンセルできます。またスキルを途中でキャンセルするには、回避もしくはクラスアクションをする必要があります。イージスファイターをクラスアクションの盾を構える動作でもキャンセルできます。アップデートでスキル動作等の途中でも盾を構えられるようになりました。ジャンプや盾を利用して素早く連続で通常攻撃が可能です。エビスマッシャーもジャンプキャンセルで同様に連続攻撃できます。ただし通常1段目はエネミーがひるみで移動する場合があるので注意です。強襲攻撃の効果について、近接クラスごとに効果が違います。遠距離クラスには強襲攻撃がありません。盾のバインドについては後ほど状態異常耐性で再度説明しますが、強襲攻撃のバインドは効果時間が短くおすすめしません。盾以外の強襲攻撃はあまり知られていないかもしれませんが結構有用だと思います。弓と杖の遠距離クラスはエネミーステップジャンプで距離を離せます。ただしミッション中ではむやみに使うと敵が散らばるので注意です。これは納刀時でも近接か遠距離クラスかで仕様が変わります。状態異常の耐性について、プレイヤーとエネミーで分けて説明します。プレイヤーについて、耐性には抵抗と免疫があります。アンチ〇〇系の効果が免疫に当たります。また、睡眠やフィアは他プレイヤーがインタラクトで解除でき、氷や泡のバースト異常は他プレイヤーの攻撃で解除できます。エネミーについて、耐性を持たない敵で説明します。1回目は確定。2、3回目は付与確率が減少します。3回目の付与後に一定時間完全耐性になります。そのためイージスはバインドをバインドスラッシュで付与した方が良いですね。仕様を知っていると状態異常の付与のタイミングもわかると思います。実際に状態異常を連続で付与してみたものがこちらです。ロックオン距離と攻撃範囲について、近接クラスはロックオン時に赤ければ通常攻撃が当たる距離です。ただし青くても各種スキルが当たることがあります。遠距離クラスはロックオンの範囲外でもスキルが当たります。もう許さない。後悔させてやる。来ないで。来い。エングラムキャノン、レイドでの砲台について、レイドの砲台の視点操作は移動入力だと素早く可能です。ビームを当てると属性バーストできます。ただしバースト直後はゲージが灰色になり砲台の無駄打ちとなります。レイドでは砲台が複数あるので注意です。一度乗っても降りることができるので柔軟に対応しましょう。
ミッション終了時のボス撃破演出はスキップできます。周回では少しでも素早く回りたい人におすすめです。また、直後に F5 から F12 キーでジェスチャーができます。リザルト画面ではメンバーリストからいいねができます。以上、今回の動画はここまでです。皆さんは動画内の知識をいくつ知っていましたかね？全部知っていたらすごいです。他にもこんなゲーム内の知識があります。という方はぜひともコメントで教えてくださいね。いつも、高評価、コメント、フォロー、動画投稿の励みになります。それではここまでご視聴ありがとうございました。またね。